にちは。今回は負けヒロインが多すぎる第5話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。修羅場来た。見つかりました。脳破壊には脳破壊をぶつけるんだよ。ちょっとした脳破壊は恋愛のスパイスよ。ゲーマーズみたいになってきてるぞ。丸投げされた。負けイン回を増すごとに面白くなってんな。完全に弱気ですね。デートプラン考えてもらってるとか。それだ。出てきた女たちが主人公の前でどんどん負けヒロインアピールしていくのか。タイトルを見よう。勝ってるヒロインが負けるとは聞いてません。負けインが逆転するとき、新たな負けインが生まれるのである。なんてこの深いアニメだ。浅雲さんもやべえキャラかよ。中の人が上様だったのも納得したわ。勝ちヒロインまで脳破壊されて負けヒロインムーブし始めるとは斬新だな。ああ、これはこっちが浮気捨てると思われる展開か。ついにエンディング変わった。なかなかスケベやな。やっぱエロ担当なのかや騎士王。なんとなく GTO のオープニングを思い出すエンディングだ。今日は特に当たりはやったわ。やっぱ負けイン演出な。文ゲームの皆さん、大量のそうめんには突っ込みなかったな。あの量のそうめんをどうやって運び込んだのか。トラックで搬入でもしたんか。妹は意外と兄貴を応援してるのか。本人は本人でただれた環境にいるようだが、はあはあ。なかなかのギャグセンス演出。面白かった。前回がシリアスだったから素直に楽しめたわ。作画と演出の暴力でマジやべえ。主人公おしゃれすぎる部屋。浅雲さんが本性を表してきたところに声がついたのはやっぱええな。夜中に爆笑さすな。妹のカレーめっちゃ食べるヒロインとか五等分で見たな。吹っ切れて下脱したのかと思いきや、またすぐ脳破壊されてた柳波さんに笑ったわ。このラブコメ全く失速しないな。ぬくみずかんちいい絵だな。そうめんがっつりやるとは。原作ではカレーを代わりで済ませてたのに、アニメでは3倍食ってる柳波さん。女で子強調してる女、より偉いかもしれん。5話まで来てずっと面白いって本物だな。A1 の作画補正も相当あるけれど、単なる作画アニメではないね。レモンちゃん、褐色スポーツ少女だから私服もボーイッシュ系かと思いきや、普通の可愛い系でスカート履いててよかった。もしかして男の趣味合わせた。柳波の感情がジェットコースターすぎる。今まで一番乱高下してた。負けイン面白すぎて草。ちょっと失速すんのかなって心配してたが、むしろパワーアップしたやんけ。柳波さんの演技キレッキレやな。全員キャラ立ちまくりでほんま面白いわ。こりゃまた凝ったエンディング映像が来たな。作が凝ってるな。妙に気合入ってるな、このアニメ。なんかサビの部分だけ聞いたことある感じだったな。初めて聞いたから通常エンディングかと思ったら違うみたいだった。負けインが面白いかつまらない改善に、圧倒的な作画と演出とセンスにひれ伏しちゃう。シーンの切り替えとかいいよね。おかげで実況しづらい。演出は良い作品さらに良くする。元が悪いと金の無駄遣いである。演出は認めざるを得ないな。現代にきっちり合わせてきてもいるし。負けヒロインもヒロインには変わりないよな。しかも負けたってことは次のヒロインへの第一歩。つまり、メイク、ヒロインってこと。今週は急に顔つき変わったあたりのぬっくんの演出とか、柳波さんの演技とか、勝ちヒロインのはずなのにネタキャラ化とか、演出演技新展開でこれまでの流れと変えてきてとてもいい。2巻分のスタートから慣れてきたな。落ち着かずにキャラの違う面じゃない面見れるのいいね。やっぱり負けヒロインと見て上手が面白いわ。今月の給料が全部そうめんなのは柳波家は大丈夫なのか。作者がどう終わらせるのか気になるが、なんやかんやぬっくんも報われてほしいよなとか思える苦労人。浅熊さんはヤバい一面がある子だったか。エンディングの焼き塩ちゃんがエロすぎるけん。このアニメセンスやべえな。どんだけ気合入ってるんだ。続きが気になるわ。ぬくみずが電車でイケメンになるところ、
声出して笑っても歌わら。そろそろやなみちゃんには心のケアが必要。相変わらずテンポが良すぎるな。次の場面以降がスムーズすぎる。なんかやなみがやりたい放題してただけな気がする。笑いを取りに来てきちんと笑わせる会話劇は素晴らしいな。ぬくみずがデートの勘違いで失恋の愚痴ならいい方だわ。俺なんか胸躍らせてファミレス入ったら変なおばさんが隣にいて宗教の勧誘だった。浅雲さんテカりすぎだろ。ラデランス中野さんよりテカってたわ。再三あってに聞きてほしいな。もちろんアニメとか同じメンツで。今回はかなり面白かったんじゃないでしょうか。妹ちゃんも青髪ちゃんも青髪にお茶に誘われてウキウキで出かける主人公もみんな面白かったです。今のところ主人公が傍観者という立場にいるところがやはり良いんですよね。焼き塩レモンさん、言動とビジュアルがいちいち無法すぎるというか、男子高校生がこんな生き物に接近されて抵抗する術があるのか疑問でならない。浮気を疑うって杞憂だとは流れ的にわかりすぎるくらいわかるけど、その一方でそりゃそうだろうとも思う。勝利者とて油断すればあっという間に敗北者になる。まあおそらく勘違いで終わるパターンなんでしょうけど、朝ぐもちはやがやべえ女だってことは少し分かったお話でした。なんで彼氏に GPS 付きのアクセサリーをプレゼントしてるんですかね。レモンがなぜ美月と一緒にいたのかで千早が GPS で監視するという面倒なこと最後ぬっくんに押し付けるし、最初のアンナがぬっくんの家でカレー食ってたところと、アンナの父親の給料がなぜかそうめんなのツッコミどころ満載だったという。浮気だよ。渾身の演技すぎる。勝ちヒロインとて場合によっては負けヒロインになり得る。希少な泥棒猫のエントリーで果たして負けヒロイン力学はどうなる。まあレモンちゃんが報われるとは思えんし、何か誤解だろうな。しかしこのアニメ勝ちヒロインも大概変人だな。負けインは負けヒロイン以外も本当に魅力的なキャラばかりで良いな。そして柳波アンナ役の遠野ひかるさんの演技が良すぎる。アンナは原作から一番好きなキャラだったけど、アニメでますます好きになった。着替え中のラッキースケベ、更衣室で見つかるイベントなど、ラブコメの王道パターンを貫く場面の中、各々キャラが濃い分、推し度がどんどん増す。これが負けインの魅力か。やなみちゃんパートが一区切り、エンディングレモンちゃんへ交代。ここからはレモンちゃんのターン。今週のやなみさんのカロリー摂取は、カレーライス3杯は食べ過ぎでは。そうめんは何杯食べたかわからんが意外とカロリーあるよね。クリームソーダも高カロリーだ。メガネをかけたやなみはヒロインそのものだ。ぬっくんの大残念があるモテ期の始まり、はじちゃんの可愛らしさに朝雲さんのヤバさ、やなみさんのセーラー服とサービス満点、なんだかんだでこまりのキュートさがたまらないんだよね。そういうとこだぞ言われない貴重な回か。レモンのエンディングも良かった。これまで繊細な感情描写とか鑑賞とかに割いてきた演出力や作画力の大半をギャグに振るとこれだけの破壊力というの予告されてはいても、今回はギャグ界という話が制作方面の各アカウントから事前に複数出てた。恐ろしい話ではあった。凄まじかった。アバンから誰かと待ち合わせしてるレモンちゃんで視聴者にも匂わせて、やなみさんがぬくみずくんの家に来ることで無意識にでもカジに匂わせしてたり、朝雲さんがぬくみずくんと一緒にいるところを美月に見せて匂わせたり、全体的にヒロインがネトラレを匂わせてるの面白すぎる。負けインの持つ可能性の無限大さに痺れてしまった。負ける、負け続ける、負ける可能性、負けイン側の視点で描く青春担当でもないな。レモンの奪い返したい気持ちを叶えようとする物語を千早視点から描くとは興奮の一言。めちゃめちゃ面白い。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。